世界上がります。ありがとうございます。はい、ありがとう。情熱を持って唐揚げを揚げ、揚げ揚げ。お願いいたします。お願いします。はい。
鍋弁当4 4個。はい、お味どうされますか？合盛り合盛りで。はい、ご飯の量選んでます。メガネ。お待たせいたしました。はい、ありがとうございます。なかなか美味しいですよ。私はいつも塩を頼んでるんだけどね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いらっしゃいませ。こんにちは。ラーメンのはい、4個入り。4個入り。ご飯の量どうされますか？じゃあ、メガを2つ。はい。じゃあ3点で。はい、ありがとうございます。会計2350。気をつけてお待ちください。ありがとうございます。ありがとうございます。まだれあえのイベント。はい。醤油で。4個入りでよかったですか？はい。ご飯の量はお願いします。はい。生スープあるんでよかったら、はい、ご利用ください。上がります。
お待ちしておりました。上がります。いらっしゃいませ、こんにちは。少々お待ちください。ハンパちゃんとアラスですね。はい、いつもありがとうございます。はい、ありがとう。ボリュームもありますし、満腹感が抜群じゃないかと思います。僕は塩ですね。塩辛ですね。お箸何膳？お箸今お弁当に1膳ついてるんですけれど、2膳。はい。すいません、お待たせいたしました。じゃあトリプルパスタの台とお弁当。ごめんなさい。ご飯の量どうされますか？紙で、はい。
つけてありがとうございます。すみません、お待たせいたしました。ありがとうございます。明来飯が一番美味しいですね。じゃああります。はい。いつも中華料理を食べに来るならこういう感じで来てます。入りたいと思ってもいつもいっぱいで入れない。民来何店舗もあるんですけど、僕は内灘町にある民来っていうところからのれん分けで出たんですけど、内灘の民来さんの味受け継いでる感じなんですけど、高校の時に1年生の時にアルバイトでその内灘の民来にバイト入って、もうずっと民来なんですよ。高校卒業してそのまま修行入らせていただいて、今民来ずっと一筋っていう感じで、はい、そうですね。もともと料理に興味あったんですけど、地元にあったお店で人気店でもあって、あと評判がすごい良くて、スタッフの方にもなんかすごい優しいお店だったんで、ちょっとお世話なのかなと思って。内田民来さんも食べて通ってたんで、小さい頃から。なんかこの味覚えたいなみたいな感じがあったんで、はい、餃子はね、もうほぼ仕込み2日間ぐらいかけてキャベツ仕込んで1回脱水して一晩ちょっと乾燥させるんですよ、キャベツを。で次の日お肉と一緒に練ってでちょっと少し寝かせてからみんなで握るみたいな。
白菜の甘み出すのにこの寸胴のスープに入れるんですが、なるべく野菜も捨てるとこないように。白菜もね結構主力の野菜なんで、うちの、中華飯とか五目ラーメンとかよく出るんで。黒餃子ですね。はい。茹ですぎたらシャキシャキ感もなくなるんで、そうですね、ちょっと残るぐらいに下茹でしといてっていう感じで。あと2個ぐらい。じゃあ3番から取ってこんで。カニですか。カニカナカンなんですよ。カナカンです。玉ねぎだけ先に炒めて火入れといて、それを合わせてって感じですか。すみません、ベニズワイの棒肉、感じます。生も感じて。あ、ごめんなさい。
達が金沢場所のこの番付表を捨てるからっていうので譲ってくれってそれ譲ってもらったら、それを見たお客さんがまたさらにいろんなものをくださって、相撲好きのお客さんがでなんかいっぱい相撲のグッズが。飛び散りはちょっと歯ごたえあるように、ちょっとプリッと歯ごたえあるようにブラックタイガーを使ってます。はいどうぞ、おはようございます。いらっしゃいませ。はい。美味しいですね。明来飯が一番美味しいですね。そうですね。なんか野菜も入ってて、なんか中華っぽくて栄養取れそうだなと思って食べてます。肉の八宝菜の後、エビチリ炒めいって明来飯2つです。はがいい。
あんたは大食べてる。2ヶ月に1点ぐらいずつ。味はどうですか？美味しいです。美味しいです。テーブルどうぞ。はい、お願いします。全部お願いします。お願いします。失礼いたします。僕はその鶏の唐揚げの梅あんかけが一番好きなので、毎回来たら注文してます。中華で一番美味しいと思ってるんで、いつも中華料理を食べに来るならここって感じで来てます。入りたいと思ってもいつもいっぱいで入れない。お味はどうですか？美味しいよ。いや、いつも以上に今日は美味しかったです。めっちゃ美味しそうよスープが美味しいお店は中華美味しいんですって。1名様ね。2名様です。みんなが3つ上がります。その後は、鶏肉玉ねぎ炒めです。熱い。うん、熱そう。めっちゃ熱そう。
定食です。この麻婆最高。はいよ。終わり。はい。はい、お願いします。はい。じゃあお願いします。はい。はい、あり。いらっしゃいませ。はい。はい。いらっしゃいませ。じゃあお願いします。どうぞ。甘酢天津飯勝負2つです。スーラータンメン。スーラータンメン、はーい。肉味噌丼。肉味噌丼で、はーい。スーラーさん、豚バラご飯2セット、2セットなんです。それでは、みんな半分です。はい。
ありがとうございます。スープ熱いのでお気をつけください。先輩いただきます。ありがとうございます。肉丼上がるよ。上がるね。はい、じゃあ、はがり。はい。ありがとうございます。お願いします。すごく食べやすくてお腹も満たされるんでいつも愛用させてもらってます。まあ、結構量もあって美味しくて、豚が特にホロホロなので野菜も量あるし。
とストレスがたまるとなんかお菓子食べたくなったり甘いもの食べたくなったりするんですけど、なんかそれタンパク質不足らしくて。よいしょ。3時間とか炊かなきゃいけないんで、これがまず最初ですね。炊き上がったら一晩短くても半日とかは一応つけるんで、これまあ明日の分になりますね。二郎系って豚骨も後で入れてスープ作るんですけど、豚バラはどっちかっていうのはもちろんそのメインの具材にもなるんですけど、この肉の出汁なんですよね。なんで豚肉はそのケチれないんで、もう豚肉めちゃくちゃ上がってるんで、ラーメン屋で勤めてたんで、その作ったりなんだりの基礎はある程度あったんで、たくさん食べるの好きで、こう痩せの大食いなもんで、たくさん食べるそういうラーメンやりたい時にね、まあ二郎系行ってみて、ああこういうラーメンやってみたいなと思って。なんか本格的にちょっとこうやって作るんですよとか教えてもらって。豚骨で取った出汁に最後豚バラからのめちゃくちゃ出汁が出るんで、豚バラの旨味をこうスープに入れていく。これ見られたらやめとこうかなってなるんですよ。内容もそれなりのラーメンになっちゃうんで、ちょっとぐらいですかね、お世話になって、でも、で、コロナ来て、そこで、まあちょっともう自分の人生やっぱどうなるかわからないなと思って、あの時に、本当になんか、コロナ禍で開業するというのはむちゃくちゃ無謀だ。野菜は本当豊漁ですね。いわゆるくず野菜っていうか、その
てるところを、これはもうあと今日一日中炊きっぱなしです。前日ぐらいには一応すっておきたい。あんまり早くすりすぎても色変わっちゃうんであれなんで。今だと80とかぐらいですかね。80から90、90いったらもうめちゃくちゃ忙しいですね。必死ですね。はい、営業中は。また薄めて加熱して、これでチャーシューを温めていくっていう。全部ひらがなにしたのは、とりあえず誰か見てもラーメン屋だなあそこって分かるってなるように、とりあえず全部あえてひらがなにはしたんですけど、光は妻と子供たちからちょっとずつ字を取ってっていう感じですね。ブレンダーで混ぜてあげることによって、もうトロトロに一体化するといいますか、はい、コトコトこっちで炊くんですけど、最終的に一人で体調崩したら困るっていうんで気張ってる部分もあると思うんですけど、風は全然ひかないのと、
が前取材してた。夜使うかなぐらいですかね。
すごく食べやすくてお腹も満たされるんでいつも愛用させてもらってます。はい、味もこってりしてて昼からのエネルギーになりそうな感じなのでそれでたまにお邪魔してます。はい。麺も太すぎずで食べやすくて太い二郎系じゃなくてちょっと麺が細めの二郎系食べたいなと思った時に来たりしてます。結構量もあって美味しくて、豚が特にホロホロなので野菜も量あるし結構役に立ってます。結構濃厚な感じなんですけど、結構食べやすくて、なんか豚もトロトロですごい美味しい。量も結構多いんですけど、スープも美味しくて、なんかそれに絡めながら食べるとすごいペロッといけちゃいます。はい、ゆっくりどうぞ。どうもありがとうございます。はい、お願いします。お待たせしました。金沢ブラックの大です。はい、ごゆっくりどうぞ。はい、ラーメンお願いします。ご塩です。はい。創業の時からずっとファンでして、最近復活したので嬉しくなってもらってました。
復活ののろし第1号店みたいな感じ。復活させたいんだっていううちの師匠のねお話聞きまして、師匠とはもう25年ぐらい前からの付き合いなので、軽い気持ちでじゃあ僕やりましょうかみたいな。だからぜひやってくれっていう話になりまして、今浜のお店で1年半ぐらい修行させてもらって、で独立開業したって感じですね。最低4時間、煮込んでいきます。もういわゆるセメント系ってもう全部粉砕してラーメンの中入れてます。分厚いチャーシューっていうのが全日本の売りなので、その創業当時からお客さんにはチャーシューが、美味しいとやっぱ言っていただけてるんで。で大体今スープ5時間ぐらい煮込んだと思うんですよね。げんこつオンリーです。丸骨、いい感じになる。10時間ぐらい煮込むと大体半分ぐらいになるんです。ちょっと低温で60度70度ぐらいで置いとくと、骨から外れたその肉の脂の部分ですね、このスープにとろみつけてくれる。全日本ラーメンの直接鍋で火にかけて背脂からの油を直接抽出しておるって形です。ベースにしてあるやつで、
夢みずほを使ってます。はい、お願いします。金沢ブラックの台です。はい、ごゆっくりどうぞ。初めて前から気になってたんだけど来る機会がなくて今日ちょっと休みになったから初めて来たの。美味しい。あ、美味しいです。はい、定期的に。お待たせしました。餃子単品ですね。どうぞ。豚骨に塩の中盛り。中盛りで。はい。創業の時からずっとファンでして、最近復活したので嬉しくなってもらってました。なので最近は塩ラーメンで食べています。ごちそうさまです。
ありがとうございます。いつも通り動けない。はい、ラーメンお願いします。あと2番さんね。パイさんの注意言ってもらえる？ブラック2つです。お願いします。よいしょ。はい。はい。お待たせいたしました。金沢ブラックです。お待たせしました。失礼します。富山ブラックみたいな濃い味が結構好きなんで、これ見つけてから結構通ってます。ケーチがいい色でしょ。もしいって感じ。はい、どうぞ。ようこそいらっしゃいませ。はい、煮干し用です。チップの旅役じゃない。はい。テーブル3番さん行きます。はい、神田5番さんです。お願いします。はい。はい。すみません。はい、お待たせいたしました。美味しいです。はい、どうもありがとうございます。はいよはい、どうもありがとうございます。はい。はい、お願いします。ブラック先行きます。レモンブラです。一瞬でスープ吸うんですよ。結構やっぱインパクトあって美味しいです。
ブラックですね。今ご飯来ます。お待ちください。さあ、ご飯小です。はい、ごゆっくりどうぞ。今日のスープもいい出来ですよ。お待たせしました。ご飯小2つです。こちら麺。はい、こちらでいいですか。うまい。さすがに毎日は来てませんけど、月に2回ぐらい。中毒性にあるから。ああ、そうです。もう布市それにかんない。ああ、そうお世話になってます。金沢の片町の犀川大橋のところで屋台みたいのをやって、それがラーメン屋さんのスタートなんです。当初家族食べていければいいなと思ってたけど、何気にたくさんお客さん来ちゃいましてね、ちょっと調子に乗っちゃって、これ儲かるなと思ってどんどん店増やしてって失敗してみたいな感じの波あったのかな。そんなスタートでした。お店全部閉じられたこともあったんですか？そうなんです。原因は詐欺に遭いました。会社乗っ取り、チェーン展開するんでね、ノウハウを提供してください。合併しましょうって言って、そのまんま会社乗っ取られました。詐欺だって言っても、詐欺に遭った人が悪い世の中なので、僕が全部痛い目に遭ったわけなんですが、それからかれこれもう13年くらい経ちます。詐欺に遭ってからめちゃくちゃたくさんの人に救われてきたんだっていうことだけはかっこよくお伝えしたいですね。それで今があってまた頑張ろうと思うのはその人たちの気持ちに応えなきゃみたいなことだと思うんだ。僕がやった全日本をまた再び作ろうかという気持ちになった流れの中でね、南さんが手を挙げてくれたの。僕は店できないんでね、何軒か持ってるから。ただ俺がやるとかって言ってくれて、要は復活ののろし第1号店みたいな感じですね。僕自身は弟子たちから何の手数料ももらってません。ここで宣伝になるんですが、全国どこでもいいよ、なんかね、ラーメン全日本で起業したいっていう人はノウハウを提供するんで、店やりませんか。ただしお金をいっぱいかけちゃいけません。やっぱり小さなお店でしっかりと家族暮らしていけるっていう規模でやっていける。それだったら自信持っておすすめします。僕の作ったブラックのタレと僕の作った麺を使ってもらうことがビジネスとしての流れで、僕はそこでしっかりと利益を上げるっていう商売をやっていきたいと思ってます。だからロイヤリティとか加盟金だ保証金だ、そういう料金は一切いただかないので、ぜひ全日本やっていただけたらなと思う。どうもありがとうございます。もつ煮込みうどんを盛り出ます。
から仕込んで夜中に火止めてちょっとやっぱね、寒くなってきたらね、忙しくなってきましたね。ここなんか水道だからね、浄水にはしょうがないけど。考えるね。
僕1個しか持ってない。昨日注文したから夜隣のコーヒー屋です。飲んでくださいね。星ブラック。引き立てすぐだから、おいしいなのに安い。視聴者に隣の県って思う。イントネーションかな。うどんとかのセットメニューみたいなのやってまして、それにもつ煮込みうどんミニ丼セットでミニソースカツ丼のカツ。そうそう、私みたいに。冷やしの。明日どうなりますかね。お待たせしました。もつ煮込み定食がお一つ、煮込みうどんのピリ辛がお一つ、カキフライがお一つ。バーサウス入れれる。はい。今あげていいよ。ピリ辛。はい。お待たせし
しました。もつ煮込み定食です。お待たせいたしました。ブリからもつ煮込みうどんです。はい、こちら熱いのでお気をつけください。はい、カレーソースカツ丼。はい、もつ煮込みうどん盛り出ます。もつ煮込みがもともと好きで、なかなかそのもつ煮込み食べられるところが少ないので、しかも美味しいので来てます。もつ煮込みうどん2つ、天ざるうどん1つ。はい、もつ。これ持っていくんで、これお願いします。はい。ありがとうございます。カレー。はい。いらっしゃいませ。2名様。ありがとうございます。
はい、牛すじとポーツ。はい。で、鶏天。天かすこちらあります。はい。はい、もつでご飯2つ。これいける？はい。ネギ。テーブル4番。ママさんどこ行った？今日は味噌煮込みうどんを食べました。もつの具がたくさん入ってて、ミうどんなんですごい美味しかったです。もつセット買って牛すじセット両方とも天丼でミニ天丼、あとカレー煮込みで。はい、いらっしゃいませ。はい、2つ目。はい。カレー入れて。で、もともと。はい、失礼いたします。お茶熱いのでお気をつけください。はい。エプロンはご入りになりますか？もっちりしてて噛み応えがあって美味しかったです。取ります。この上からの順番。はい、もつ玉。ありがとうございます。ありがとうございます。
学生にはもうありがたい値段でうどんが食べれるみたいです。部活終わりとかに。2店舗3店舗する時とかやったら生地自体はまあ6体8体みたいな感じではやるんですけど、まあ、今日2店舗分だけなんで4体っていう感じで、加水の量も合わせれば120キロ、だいたい平均120から150ぐらい、はい、夏場やっぱ一番忙しくなってきてるんで、はい、また田上店って学生の学割ってあるんで、大学生がめちゃめちゃ来てますね。もう基本もううどんとだしとかは全部オリジナルで全部やってるので、出来たてのうどんとか食べていただけると本当もうツルツルもちもちで、作れるところはもう自分たちでっていう形でやってます。
上げになります。ネギとかは結構有名で、小豆島もそうです。北陸であるんですけど、入ってもらったらここ、香川っていう味とか作るものとか食材も全部香川のもの持ってきて、作り方も全部香川で、昔ながらしおる作り方でやってるんで、入ってもらった時の、その向こうのセルフうどんとかうどん屋さんの雰囲気を元気よく体験、できたらいいなっていうのがコンセプトで、もっと香川を身近に感じてもらえるんじゃないかなっていう考えで作ってます。そうです。青さが入ってるのはちくわよです。どんどん進めていってもらえれば。これ豆乳担々っていううどんがあるんですけど、それです。冷たいやつ。
そうです。11時ぐらいから忙しくなるので、それで向こうに帰れたらなと思います。みんなの顔見に行くみたいな感じですけどね。
うございます。お待たせしました。冷たいの？うん、欲しい。そう、お子様のかけ。お子様ぶっかけの一つで冷たい。冷たいのでありがとうございます。煮込んだましょう、冷や入ります。お待たせしました。お願いします。とろろ卵ぶっかけの冷たい台。はい、で。こちら大で、中ですね。作れますので少々お待ちください。じゃあとろろの中と大根の中ですね。どうぞ。お待たせしました。うどんのお味どうですか？美味しい。のお味は？美味しい。肉とろろの中ですね。どうぞお願いします。肉味噌の小ですね。お願いします。煮込んだも中火入ります。ありがとうございます。で、かけの台ですね。お待ちです。お待ちください。で、お待たせしました。鶏天と唐揚げと大葉鶏天鶏ばっかり全部鶏肉。結構こちらのお店来るんですか？初めてです。欲しがって欲しいです。ねえ、ちーちゃんね。はい、いらっしゃいどうぞ。すみません、私は入ります。
お待たせしました。お待ちください。学生証出したら割引されたりとかっていっぱい食べれて安く済むので美味しいしいいお店です。お茶もお伺いします。熱温玉ぶっかけのホップ。はい、冷たいのと温かいのとございます。はい。時々中でよろしかったですか。いいよ。まあいいんじゃない。2名様2170円になります。こんなのもある。俺すごいちっちゃそう。はい、大丈夫です。購入中入ります。お待たせしました。ご注文お伺いします。なんか部活終わりとかにどうですか、お味は。美味しいです。美味しいです。美味しいです。たまたまです。すみません、上から。釜揚げ出るよ。言うたらこの釜もう無理やわ。壁使ってそう言うたらコツは斜めにしたままや。ああ、もう無理。
いします。肉温玉ぶっかけの大ってあったかいの。はい。お待たせしました。レピーどうぞ。こちらもお伺いします。美味しそう。午前中練習で終わった後に来ます。で学生にはもうありがたい値段でうどんが食べれるみたいです。味も美味しいですし。あらら。よいしょ。そう1ヶ月に1回ぐらいです。いつも同じ肉ぶっかけめっちゃ美味しいです。よし、いただきます。お待たせしました。お待たせしました。温玉大です。こちらもお伺いします。とろろ温玉ぶっかけの大ありがたい。とろろ大焼きます。この時間で何人今お客さん来たとかって。レジ通貨は120組のお客様。どれぐらい？お
結構来ますね。もう週3ぐらいで。安価で量があって美味しかったですね。皆さん特大ですか？特大です。まだ食べれますね。正直。おろしぶっかけ大の冷たいのでお願いします。はい。お待たせしました。ごゆっくりどうぞ。ありがとうございました。ご注文お伺いします。はい、どうもありがとうございました。うまそう。美味しかったですよ。今3番様いきまーす。はいよ。はい、1番様いきまーす。お願いします。うまっ。はい、これの小盛り。豚骨の小盛りです。お待たせしました。もうやばい、マジでうまい。めっちゃ濃厚。朝食ミンチっていうのを入れて、でまたさらに4時間から4時間半ぐらい、2時間から8時間半ぐらいで、普通のラーメンの鶏ガラと、で土日祭日は忙しいんで、必ず夕方に。
で書いてます。これは毎日やってる。炊き込みは必ず。はい。
ます。はい、どうぞ失礼いたします。2番さばきます。はいよ。2番さばきます。はいよ。あ、はい、すみません。はい、どうも。はい、いらっしゃいませ。3番さばきます。はい、お願いします。はいよ。はいよ。赤帯。はい。はい、3番さば最初いきます。
おーと2発ですもう寝るんで。ママさま最初行きまーす。ママさま行きまーす。はよ。はよ。中3番様行きまーす。味ネギ小盛りワンでーす。はいどうも。はい。はい。山様最初行きまーす。私一番様行きまーす。ハンマシ一番様行きまーす。ありがとうございますお願いします中一番様行きまーす。やったさん、昔ブル席開いてます。中かじゃんなー。そばまんでーす。はいよ。すいません。お待たせしました。じゃあ話一番さばきまーす。はいよ。はい、2番さばきまーす。はいよ。はいよ。4番さばきまーす。ヌーチェックでいきます。はいよ。お待たせしました。味噌ラーメン餃子。そういうおわん。お味とかいかがですか？美味しかったですよ。いつもつけ麺が美味しいんでつけ麺食べてます。他なんかおすすめメニューとか？あと餃子。はい、お願いします。はい、お願いします。失礼いたします。お待たせいたしました。極上背脂ラーメンととろろご飯の大盛りです。はい、これの小盛り一つ。鶏豚骨醤油の小盛り一つ。はい、とこれの小盛り。豚骨味噌の小盛りを一つ。はい。つけ麺山盛りの小盛り。小盛りを一つ。はい。とおにぎり。おにぎりおいくつお持ちしますか。今日炊き込みとチャーシューマヨとおかかあります。チャーシューマヨ1個ずつを4個で、はい、1個で大丈夫でした。どうぞお待ちください。お願いします。お願いします。いらっしゃい。どうぞ。ね丸味噌小盛り。2番様いきまーす。はい、どうぞ。ありがとうございます。
小盛りです。お待たせしました。じゃあ全部やっとっていい？以上でよろしいですか？ありがとうございます。違う、だって吸った音聞こえるのに美味しいとか言う。もうやばい、マジうまい。めっちゃ濃厚。濃厚すぎ。はいよ。はいどうぞ。はいよ。山口の。はいよ。だからスープ好きです。うまそう。手パスで気をつけてください。これすごい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。お願いします左手はホッピングもやる。よいしょ。どうなりました。さあね。いいよ。はい、お大事で。はいよ。はいよ。いいよ。よいしょ。私6番から再生します。はいよ。トロールが移動しちゃう。3番くらいします。はい、2番でお願いします。はい、3回山田いきます。自分はこってり好きなんで、鶏豚骨醤油とか、夕方5時ぐらいから二郎系とかも出るんで、それも美味しいかなと思います。あ、もうそれでいい。もうお願いします。はい。これは豚玉焼きです。めちゃくちゃうまいです。絶品。由来は一応徳島に、眉山っていう山が本当にあって、山の形がちょっと特徴的で、なんか人が笑ったような感じになってて、美味しいもの食べて笑顔になってほしいっていう。
こうまっすぐ行ったところに椎茸のきのこの農園さんで、そこの椎茸ですね。地元の椎茸。塩しは一応そのお店の名前も使ってる備山焼きっていうのがメインで、ちょっと広島風の、焼きそばが入った料理なんですけど、ちょっと創作で大葉入れたりとか、他にもいろいろ種類あるんですけど、そうですね、その辺が推しで、一品料理とかも結構おすすめしてますね。はい。作る。でバイトやってて、で途中から今のオーナーになってから社員になりました。スイーツですね。ティラミス作って。女性の方やったら結構多いですね。デザートは。こさんこんばんは。こんばんは。
です。なんか温州みかんのジュース。あ、そうや。山芋の。ありがとうございます。はい。一応もうできんかった見んかったらなんか書いた大体この寒そうな寒そうや寒い大でビンゴリエ。はい、いただきます。仕事終わりですよ。あ、仕事終わりです。新じゃがのあれ。あ、でもちょっいろんなチャーハンがあると思う。いや、絶対ミスると思うわ、なんか。本当に。
あれで終わったってことはい。皿ついております。はい。A4。はい、A3。はい。失礼します。失礼します。あり。意外と飲んどっても。そうなんですよ。あれなんか多分せいぜい4時5時やってる。でもほら。失礼します。パンで作るからです。ポテサラ山さん。ます。ピザのトンテ焼きでございます。はい。うまそう。はい、A4 白菜焼き。こちらパルミジャーノマヨ白菜焼き。うまそう。
このチューっていうのがね欲しい。はい。ホールの時の同じ部署やったんですよ。1枚けど下の。大工さんはします。豚ネギおろしポン酢玉です。うまそう。お好み焼きにしては結構おしゃれじゃないですか、普通の店舗より。僕はカウンターがよく多いんで、カウンターで鉄板焼き見ながらとか食べるのも楽しいですし、あとマスターと喋ったりするのも確かに仲いいんで。パリパリ焼きってこれで300円とかだったら結構殺到する気がする。これは豚玉焼きです。さっきのがおろしポン酢なので。失礼します。じゃあ豚玉焼きでございます。はい真ん中失礼します。あらめっちゃ丸全部やあれだけだってあんまりあっちでも卵シリーズもらって卵好きそうそうどうぞこんばんは。こんばんは。
で関西のとんぺ焼きともやっぱちょっと違って、卵となんていうか結構厚めの豚肉がこのソースも絡み合ってガツガツ食べれるかなと。めちゃくちゃうまいです。絶品。はい、お願いします。失礼します。絶妙ですか？目立ちたがりな。ちょっと目立ちすぎた。そういえば聞いとかんな。いやいやいや。確かに。これはあった。はい、A3 お願いします。あちゃー。あちゃー。今度は頼んでた。あ、まこちゃんだ。美味しそう。では行きます。俺の最近では最高のやつでよっ、ようこよっ
らはこのバーいいよみたいなで、なんで私のインスタ知ってるみたいな私レンジっていうかレンジの思い出本当に大丈夫これは無理やと思3000円ぐらいです。あれはやった方がいい。いつ行きます。俺もなんか体調悪かったんで、図鑑もなんかまたもらえるし。とんぺい焼きとか唐揚げとか大工さんの笑顔が素敵でまた朝お願いします。また朝ありがとうございます。あと4つですね。それでしたら、赤ちゃんもいる。もし一緒に見えるからあれかもわからないけど、でもなんか優秀な感じ。そうだよね。それもでも任せてくれる。ざん焼きです。言ったら大輝が描いてやったってやって。ニット帽か、服が影か。